しい。あれ左にも高そうなのが出てきましたけどどっちだいやまた左の端っこにもなんか高いイギリスからおそらくほぼ一番遠い国ニュージーランド行ってきました。英語圏なんでもっと年取ってからでもいいかなと思ってたんですが、釣りのお誘いがかかり思い切って行ってました。はい、皆さんこんにちはというかこんばんは。今ヒースロー空港ターミナル5、英国航空の本拠地、これからニュージーランドまで飛びます。飛行機は夜の21時50分に出て着くのが明日明後日の14時30分。まずシドニーまで飛ぶんですが、そこまでのフライトは22時間5分。そんなに飛べるわけないので一旦シンガポールで休憩です。シンガポールまで13時間、約2時間の休憩を挟んで8時間のフライトです。シドニーの空港では2時間35分の待ち時間があって、そこから3時間のフライトで到着するのが14時30分と。まあとにかく修行ですね。はい、ではこれから修行に行ってまいります。エコノミーですからね、ビジネスクラスじゃないです。まさに修行です。はい、というわけで22時間45分のフライト。エコノミーで乗り切るにはどの席がベストか、ここしかありません。私が選んだのは行きは50の B、 帰りは50の J を予約しました。大抵大きな飛行機ですと後ろに行くと窓際3席の席が2席に変わるところがあります。ちょうど3席から2席に変わったところの通路際、ここが間違いなくベストです。前2席分足のスペースが広々と使えますし、1席分丸ごとスペースが空いてますから、航行中ストレッチとかしててもクルーの邪魔になりません。エコノミーの最前列は足元は広いんですが、手荷物が足元に置けないのと、エンターテインメントシステムのモニターも離着陸時には収納しないといけないので、エコノミー長距離便の際の席はここ一択です。ターミナル5番はメインターミナルが A、 そしてサテライト B と C があります。出発がサテライトの場合はサテライト B のラウンジが一番空いてます。ボーディング開始です。一応フライトは2つなんですけど、シドニーまで長すぎるんで給油のためシンガポールでストップです。ということで、3レッグスファーストレッグ13時間の始まりです。50の B、 50の B、 はい、こちらです。ここはね、前に足のところに荷物を置くスペースが広くていいんですね。ジョージ・クルーニーとブラッド・ピット期待したんですけどいまいちでした。ほぼ10時なのかなというところでドリンクサービスです。さすが BA、 ジントニックを頼んだら2種類も用意してました。私はタンカリーをお願いしました。そして10時半過ぎに夕食です。お味もまあまあ、さすが英国航空、見た目はエコノミーでも JAL と張り合いぐらい美味しそうなプレゼンテーションです。デザートにスティッキートフィープディングというのは嬉しいんですが、 JAL みたいにこの後ハーゲンダッツは出てきません。飛行機はロンドンを出てヨーロッパを抜け、シナイ半島から現在ペルシャ湾を抜けオマーンの北を航行してます。今ちょうど半分です。シンガポールまで5500キロ、6時間半です。トム・ホランドとマーク・ウォールバーグ、3というより 3.5 ですね。なかなかエンターテインメントでした。カレーの匂いがしてきたぞと思ったらインド上空に入ってました。日本映画です。これはなかなか面白かったです。評論家、外国人受けしそうな映画です。ベンガル湾からアンダマン海へ抜けてきました。シンガポールまであと2時間です。シンガポールは夕食の時間ですが、我々にとっては朝食の時間です。フルーツ、マフィンにフリッタータ、卵料理を選びました。長時間のフライトは足がだるくなりますけど、足元が広々としているせいか全然大丈夫でした。はい、ファーストレッグ終了後1万1000キロ。
13時間かけてシンガポール到着です。トランスファーのサインのところにもスタッフが待ってて30分って言ってましたね。30分しかないですね。ただいま夕方の6時53分、飛行機は20時5分発、1時間ちょっとしかないです。一応ラウンジに行こうとしたんですが遠すぎて諦めました。英国航空のラウンジとカンタスのラウンジがあります。帰りに両方覗いたんですが英国航空よりもカンタスをおすすめします。カンタスのラウンジはチャーハンとラクサヌードルまであります。カンタスのラウンジの方が全然広かったですし、タイミングもあるかもしれませんが全然空いてました。シンガポールに来たらシンガポールラクサですね。食事用のテーブル席も数ありましたし、バーそしてラウンジエリアもゆったりしてます。ゲートの手前でセキュリティチェックを受けて搭乗開始です。同じ飛行機同じ席に戻ってきたんですが綺麗にお掃除してあります。隣にかけてた女性もニュージーランドまで行くって言ってたんですがなぜか変わってました。セカンドレッグは6276キロ、8時間のフライトです。ニュージーランドの役者といえばグラディエーターのラッセル・クロウですね。彼はウェリントン出身です。ジントニックを注文したらダブルでくれました。今度は違う種類のエビエーションというジンを頼んでみました。英国航空利用の際お願いしてなくてもワインとかジンを2本ずつくれることがよくあります。税関検疫の紙をもらったんですがこれ結局必要なかったです。飛行機飛んでも2時間くらい過ぎてますから比較的のんびりめのサービスでした。最近英国航空のワインサービスはミニボトルじゃなくってグラスでサービスするようになりました。これは全く何の映画だか覚えてません。残り1時間15分というところでしょうか。朝食にチキンのペーストリーが出てきました。チキンの入ったパイみたいなもんです。陪審員2番は星4つプラス半分、 USB と C タイプ2つあります。さすがにちょっと足がだるかった気がしますがシンガポールで休憩入ったせいか意外と楽でした。はい、シドニー到着です。今7時過ぎですから朝の。ロンドン時間は夜の8時、ほぼ23時間もかかったことになります。意外とでも大丈夫でしたね。2時間半ぐらいあるのでカンタスのラウンジ行きます。さすが本拠地、早朝から結構混んでます。横に長いラウンジでどこに座っても遠くにシドニーの高層ビルを眺めることができます。食事はもうチャーハンもラクサもありません。ロンドンの英国航空のラウンジと一緒でタイミングによってはすごい混みそうですね。ここで日本からの友人と合流、大量を願って祝杯と行きたいところだったんですがニュージーランドに行ったらレンタカーですから1杯ずつにしときました。いよいよ最終レッグ、残すところあと2000キロ弱です。3時間でニュージーランド到着します。シンガポールまで6時間、シドニーまで5時間、結構途中寝れたのでさすがに最終フライトは寝れませんでした。好きな監督ナイト・シャラマンです。離陸1時間で軽い朝食が出てきました。当たりなし触りなしです。ロンドンを出てほぼ27時間エコノミーで乗り切りました。50の B または J、 エコノミー最強シート間違いないです。いやー着きました。眩しい。何ですかこの眩しさは。すぐ焼けるよ。眩しいこと。皆さん日焼け止めを忘れないように。到着ラウンジはレンタカー屋さんだらけです。はい、これから10日間我々の足となりますランドローバーです。クイーンズタウンの人口は1万6000人。ニュージーランド南東の大自然を満喫する際の
拠点となるリゾート地です。宿はキッチン付きの Airbnb。 食材をまず買い込みます。地元ワインは赤はピナノワ、白はピノグリでした。地元の毛バリも調達して車で2時間北上、マウントクック国立公園に近いオマラマという町が前半5日間の拠点となります。途中気づいたのが羊が白くないです。灰色でなんか可愛くないんですね。地層の関係で砂ぼこりで羊が黒くなっちゃうみたいです。ただ滞在中はヒレ三昧、羊なくて牛肉を堪能しました。宿は3ダブルベッドの家1軒、5泊で15万円しないぐらいです。大自然に囲まれた素晴らしい環境、道も舗装されてないところへ入ってきます。途中土砂崩れとかあるんでランドローバー必要です。振り返るとこの埃、これで羊が真っ黒けになっちゃうんですね。よいしょ。こんなところまでやってきて嫌というほど大きなマスが釣れると思ってしまうんですが、釣れません。遠征しても釣れないときは釣れないので、今回の目標は丸8日間の釣りで70センチ以上のブラウントラウト1匹としました。イギリスとは川の環境、流れも違い全然魚が見えません。釣れない。なんだかんだ30時間以上かけて地球の裏側まで来たのに。やったー、かけた。そんな中でかけた会心の一匹です。はい、これです。やりました。はい、やったぞーやりましたー。70センチに及ばず60センチでした。それでもイギリスではなかなか出会えない超大物、わざわざ地球の裏側までやってきた甲斐がありました。ありがとう。やりました。